皆さんこんにちは、アルカチャンネルです。本日の動画なんですけども、今ね全国で絶賛盛り上がっておりますベイブレード X の大会で最も多く使われているであろうカスタマイズ、そして僕のね個人的な主観にはなるんですけれども、こんなカスタムが勝ちやすいんじゃないかと思ったものをね、一つずつ紹介して、そのカスタマイズの特徴をね、皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。まず何といってもね、公式大会ではベスト4に残るまで1つのベイブレードしか使わないと。これがワンベイというやつですね。なので比較的勝ちやすいカスタマイズで選択していくのが大前提となっているかと思います。それではね、まず1機目をご紹介したいと思います。1機目がこちら。ウィザードロット 960B。はい、今最もスタミナタイプで安定して勝ちやすいカスタマイズだと思っております。こちら安定的にスピンで1ポイント獲得するためのベイブレード、UX ラインの登場で今までワンベイに君臨していたヘルズサイズに取って変わったねスタミナタイプのカスタムだと思っております。それではね、ウィザードロットの、何がいいのか、今からねそのカスタムの特徴をお話ししていきます。まずはブレードですね。このウィザードロット、これはね径が大きく外重心でまん丸形状です。しかもブレード側面がかなり滑らかなのでアタックの受け流しがかなりいい。しかもそれでいて重量が 35g 台となっており、スタミナタイプとしては最重量級のブレードとなっております。よって遠心力で粘れて重量もそこそこあり、丸い形状によってアタックの受け流しも期待できます。で、ラチェットは960。これ特徴としてはラチェットリングの突起部がなだらかかつ厚みも薄くなってラチェットバーストするリスクが低いと。さらに後半姿勢を崩してもラチェットがなだらかなのでスタジアムを擦りにくくなっております。最後はビットのボールですね。これスタミナ軸としては最強クラスです。姿勢を崩しても後半まで回転する伸びがあるし、シュート後程よい動きで動き回ってくれるので相手のアタックをね回避する動きができます。そんな感じで今現在このウィザードロットのボールのねビットをつけたカスタマイズがスタミナ最強で間違いないんじゃないかなと思っております。ただね、こちらの唯一のネガティブポイントがあるとすれば、前半ねアタックをしっかり回避しないと径が大きいのでね的になりやすいのかなと思っております。ただそのアタックをね回避できちゃえばほぼねスタミナ勝ちできるカスタムになっているかと思います。続いてはこちら、ウィザードロット 360R。 はい、ウィザードロットに意外にもアタック系のラッシュビットをつけております。これがどんな場面でどういった役割を持って活かせるのか、ちゃんと言語化した上で皆さんにお伝えしていきます。はい、それではね、ブレードの特徴については先ほどお伝えした通り、重量も 35g 台とそこそこあり、径が大きく外重心で粘れると。そこにラッシュビットを合わせるとどうなるのか。このラッシュビットの10枚刃ギアでエクストリームダッシュのスピードを抑えて連続的なアタックが可能になるのはもちろんなんだが、丸い形状なのでアタックするというよりかは相手の姿勢を崩して、スタミナで勝ってしまうといった感じ。そんな勝ち方が多かった印象です。ブレードが大型になっていることで比較的相手に当たりやすく、かつ自分は遠心力で姿勢を戻しやすいと。特にね優位性を発揮する場面としてはアタックベイに対してまずブレードの形状的に飛ばされにくい。そしてバースト耐性があり、スタジアムを動き回っているので相手からのねまともなエクストリームダッシュを受けにくい。あとはねアタック系ブレードに比べて圧倒的にスタミナ面では形状有利になっているかと思います。こんな感じでアンチアタックカスタムとして、幅広くね対応できるカスタムになっているんじゃないかなと思います。そして最後はこちら、フェニックスウィング 960R。 はい、今でもなお大人気のフェニックスウィングでございます。UX ラインのウィザードロットが登場してからややねアタックがちょっとね火力不足かなって思う時はあるんだけれども、その他全てのベイブレードに対してはアタックの優位性は高いと思っております。ブレードは 38g の重量と3枚刃による弾き飛ばす性能で高得点を狙います。スタミナタイプのベイブレードに対して何度も強いアタックをしてスタミナを削ることが可能で、ラチェットの960にすることでバースト耐性も備えつつ、ラッシュビットによって連続的なアタックが再現できます。
はい、こちらね、アタックをしつつ意外と後半の持久まで残せるといったポイントが、かなりね高評価だと思っておりまして、そういったところがね多くの方に使われていたカスタムなんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じで今回ワンベイでおすすめしたいカスタマイズを3つ紹介させてもらったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。UX ラインの登場で今大会ではねこのウィザードロットを使ったね、スタミナのカスタムが主流となってきておりまして、より安定的にねスピンで1ポイントをコツコツ、戦っていくねスタイルっていうのが、多くなってきたんじゃないかなと思っております。ただ僕個人的にはですね、やっぱりアタックのこのねドランバスターだったり、あるいはこいつねシャークエッジ、このアタック系ベイブレードを使って、派手なバトルで爽快に勝っていきたいなっていう気持ちはめちゃめちゃ強くあります。なんですけれども、このアタックのね再現性っていうのがなかなか難しいと。こういうアタックタイプの激しいベイブレードのバトルの方が、映像としてもねめちゃめちゃ映えますし、僕個人的にはねめちゃめちゃこれからもねアタックタイプのベイブレードが活躍してほしいなと思っております。皆さんもねおすすめのカスタマイズ、それから相棒にしてるベイブレードなんかありましたらね、ぜひコメント欄で教えてください。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、あとはシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではねまた次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルルカでした。バイチャ。